こんにちは。今回はジャンボかぎ針シリーズです。今回使用した糸はこちらの七色彩色中細ですね。カラーナンバーが37ですね。アクリル 85%、毛 15%、30g 玉巻きの 111m ありますね。はい、これがかぎ針でおすすめが3号から5号となっておりますが、これを2本取りにして10ミリかぎ針ジャンボかぎ針で編んでいこうと思っています。はい、こんな糸ですね。はい、今回の編み方の説明を小さいサイズで、説明させてもらいます。まずは2本取りですね。そして、10ミリかぎ針です。ジャンボかぎ針です。そしてくるっとかけてですね。はい、輪を作って締めて、はい、でここからそうですね、7にしましょうかね。1、2、3、4、5、6、7、はい、実際は、41目です。はい、奇数にすれば大丈夫です。41目を立てました。はい、でここで、鎖3つで立ち上がってですね。はい、そしてこの目の3つ、ここは土台の目になるので、その次の目からですね、1目に1つずつまずは長編みを編んでいきます。裏山に針を入れて引き抜いて2本ですね。はい、そしてまた次の目に裏山ですね、引き抜いて2本です。はい、そしてまた1段目は全部長編みから始めます。はい、そしてまたこのポコポコって出てる裏山ですね。ここに針を入れて、はい、次ですね。でこれで最後ですね。斜めに目を立てましたのではい、1234567ですね。はい、そして2段目ですね。鎖3つで立ち上げて、この真下の段はここの段になるので、ここから始まりますね。どちらからでもいいんですけど、表から始めると、表引き上げ編みですね。引き上げ編みで、この編み地の手前から入れていくのを表引き上げ編みで、この編み地の後ろから入れるのを裏引き上げ編みと言います。でこれを交互に編んでいきます。前段と2段目はその逆で編んでいきます。で糸をかけて表から始めようとすると、この編み地の前から横に入れてですね。はい、で次は編み地の後ろから横に入れて長編みですね。はい、そして次はまた前です。前から横に入れて引
き上げ編みです。そしてかけて、今度は後ろですね。後ろから、はい、で今度は前ですね。はい、そして最後は、長編みです。最後は長編みをここに入れます。裏山と上1本でいいと思います。はい、こんな感じですね。はい、そして次3段目ですね。1段目は全部長編み、2段目は表から始めました。3段目は1、2、3で立ち上がって、今度は裏になっているから、これ後ろ側になってますよね。裏になっているので、これを逆にします。表ですね。で裏なので、全部表から始めるという風な感じで大丈夫ですね。はい、全部ですね、逆にします。前段と逆にします。でなので必然的に交互ですね。表裏になるという感じ。123なので、ここに糸をかけて、もう特にね裏山にしなくてもいいかなと思うんですけど、はい、こんな感じです。こんな感じで編んでいきます。もうこれだけでなんですよね。はい、で次は123、4段目ですね。4段目はまたこれ裏になってるから表から始めるという風な感じですね。はい、表裏と編んでいきます。あんまり裏表のですね編み上がりの違いはあんまりないので、どっちでもいいような感じですね。どっちでもいいようにな感じ。それと目数の模様とかもないので編みやすいです。簡単です。でここですね、123でなんかね鎖編みって、はい、でこうですね。はい、で今123、4段目まで編んできました。はい、こんな感じです。この編み方で41目を立てて編んできて18段編みました。そしてこれを逆さまにして、こっからまた目を開ってですね、閉じはぎなしにするために、はい、ここから目を開って前身ごろを編みます。逆さまに使います。そして袖のところでつないだら往復編みですね。前が開いているので往復編みでこう編んでいくという編み方になります。これ今2玉で編んできて、最後、ちょうど2玉でここまでですね終わったところなんですけど、これが後ろ身ごろの上の方ですね。41目の縦が17、18段。最後ちょっと長さがね合わなかったので、残りの分をこう足したらここで終わりましたので、ちょうど28センチぐらい長さが欲しかったので、これでいいかなと、ね。はい、そしたらこれで終わってですね、ではこうして41ぐらいですかね。はい、
まあ41ぐらいです。まあね、伸びるからですね。はい、で長さは30とかぐらいでしょうか。30ぐらいですね。はい、上これ結局考案できたんですけど、これをこう裏返して、こちら側が表になる。でも裏表もうあんまり関係ないから気にしなくてもいいと思うんですけどね。はい。でこう V にこう結構深くね、深くこうゆっくりしようかなと思ってるんですよね。そしてここが、左側から11目ですね。袖の、肩の部分になるとこです。端から11目こっちに来たところですね。はい、そこにちょっと印をつけて、ここから新しい糸をつけてですね、くるっと回して輪を作って、はい、そしてここに入れて糸をかけて引き抜いて、はい、そして引き抜きますね。はい、そしたら鎖3つで立ち上がって、前身ごろ1段目ですね、全部長編みを編んでいきます。後ろ身ごろの引き上げ編みを編んでいる目に一つに一つずつですね、長編みを編んでいきます。はい、なので、全部で1段目は11目になります。はい、こんな感じですね。長編みなので一目に一つずつ端まで編んでいきます。ここからこう編んできましたね。ここと同じにしたいから、ここ長編みない表からですね、後ろ身ごろの最後から2段目、そこと同じように編みたいので、表からですね、表から始まっているので、表引き上げ編み、裏引き上げ編みという編み方で、編み進めていきますね。これが2段目で、前身ごろの、一番最初の模様編みの始めっていう感じですね。1段目は長編みなので、はい、で2段目から表編みから始めて編んでいきます。はい、2段目10目編んできて、一番最後ですね、前段の立ち上がりの鎖3目のとこですね、そこに針を入れて、長編みを編みます。鎖編みの、下1本と上2本のところでいいと思います。そこに針を入れて長編みです。はい、前身ごろの3段目です。鎖3つで立ち上がって編み地を返して、そして前段と今度は逆の編み方になるので、裏になっているから表ですね、表引き上げ編みで、表になっているから裏引き上げ編みですね。はい、このも同じ編み方で、3段目4段目と増減なしで11目で編んでいきます。4段目まで編んできました。はい、そして1234、次5段目からちょっと増やす。123して編み地を返して、でこの同じ目にですね、はい、この真下のこの目ですね、そこに針を入れて長編みです。そして次は裏になってるから表編みですね。はい、またこれは前段と逆の編み方を編んでいきますね。5段目の編み始めの時に1目増やしたことになります。はい、ここがですね、12345段目でここを1つ増やしたところので6段目ですね。こちらがもう今までと同じ編み方なので、
で6段目が、今増やしたところになるんですけど、こうくると表になってるので、今度裏ですよね。そしたら裏引き上げ編みを入れて、ここにですね。そして最後、ここは123鎖3つのところ、はい、1本と上2本でいいと思います。そこに針を入れて、そして長編みですね。はい、これで、6段目ができました。ここで1目増えてる状態です。5段目増やして6段目で、7段目また増やす、123で立ち上げて、この同じ目に長編みをもう一つ編む。増やす時はもうただこの編み方ですね。そして、これは表なので、ここ裏から始まるということですね。はい。前身ごろの、胸のところ、この編み方で奇数段の編み始めの時に、1目ずつ増やしていきます。で、偶数段はそのままですね。戻ってくる時はそのままで、編み始めの時に1目ずつ長編みを同じ目に編んで1目ずつ増やしていくという編み方で、ちょっと緩やかなですね、襟斜めを作ろうかなと思っています。袖ぐりのところまではこの編み方で編んでいきます。18段編んでいたので、あと12段ですね。奇数段の編み始めの時に同じ目に長編みを1つ編んで1目ずつ増やしていく。はい、ですね、今こちら側左身ごろですかね、編めたんですよね。12345段目の最初からこう立ち上がる時に同じところに、長編みを1つ編むというやり方で、奇数段ですね。5、7、9、10、11、13、15、17段で増やしてきました。そして今18段目を編んだところで、ちょうど今袖のところが同じ段数なので、ここで一旦ちょっと今ここで終わってる状態にしておきます。そして今度反対側をですね、またこちら側からここからですね、こっちから11目のところです。はい、目を作ってですね、そしてその11目のところに針を入れて引き抜いて、そして引き抜き編みをしますね。はい、そして新しい糸がついたので、ここから、反対側と同じようにですね、鎖編みを3つして、1段目はまず全部の目に長編みを1段ですね、11目1段目11目長編みを編んでいきます。はい、最後まで来ました。最後ここですね。はい、2段目ですね。鎖3つで立ち上がって編み地を返して、で後ろ身ごろの最後から2段目の段底と同じにしたいので、裏ですね、裏になっているので裏編みから始めて編んでいきます。はい、裏ですね。そして次を表という風に、2段目ですね、編んでいきます。はい、ここからですね、1,2,3,4 段まで編んできました。こうですね。で今から、5段目から
編み始める方に行くので、増し目を1つしていくというのを今からこの5段目7、9、11というふうに増やしていきますね。こちら側と同じになると思います。なので5段目からですね、1、2、3で立ち上げて、そしてこの最初の目ですね、ここにも長編みを1つ編んで、これでずっと増やしていくという形になります。これを奇数段でしていきます。そして次からはこの前段と逆の編み方なので、これ表引き上げ編みなので、ここ裏引き上げ編みから入っていきますね。5段目から奇数段で1目ずつ増やしていくというこの編み方で、型の一番最初の段から言うと18段のところまでこの編み方で編んでいきます。18段は型の、袖ぐりアームホールの長さになります。18段後ろの、袖のところまでが18段だったので、前身ごろも左右とも18段編んできました。そして今からですね、だいたい52センチぐらいにはしたいので、今ねまだここもうつながらない、まだここ増やしていくんですけど、はい、こっちから19段目ね、ここ増やしてこう編んできましたね。はい、そして表裏表裏そしてここからです。目を立てながら長編みの目を増やしていくというやり方でやっていきます。糸をかけて針を入れて引き抜いて、そしてこうかけた時にまず1本だけでちょっと大きめにします。そして次2本で長編みを編みます。そして今ここに最初にした小さい鎖編みというか、ここですね、この2本、最初のこの小さい最初のこのね2本、ここを大きめにしてる、こでここにこれが鎖編みになって、でまた1回鎖編みをして、そして長編みを編みます。はい、これで最初のは元々ので、今1目目ができたとこですね。そしてここに長編みができているので、ここですね、ここに入れます。そしてこうしてここで一旦鎖編みをして、そして長編み、はい、そしてまた糸をかけて、この最初のここですね、ここに針を入れて、はい、して長編みの前に1回鎖編みを作るという感じですね。でここに入れて、こうしてちょっと大きめにね私がしてるんですけど、ここで1回こうして、ここですね、そして2本ずつ2本、はい、そしたらここ鎖編みのここになりますねに針を入れて、ではい、1、そして長編み、いくつ編んできたかって言ったら、これは最初のだから12345ですね。そしたら今ここですね、糸かけてこの鎖編みの
このここに2本分ですね、ここに針を入れて、でちょっとここも入れるの大変なので大きめに開けて、そして1回して、これで鎖が1つできて、ここから長編みを編む。でまた今度ここですね、この鎖編みのこの2本とこの2本に針を入れて、そしてまた糸をかけて、でまず鎖編みを1回して、そして2本引き抜いて2本引き抜きます。はい、これで今これはここの分で、あと1234567、はい、7つできました。ここにつないでいくんですよね。かけてここですね。はい、そしてこことここは普通の長編みでいいから、こうしてこうでいいってこと。1、ここからここを足して奇数だから1234567と8、そしてここから裏編みですね。裏、はい、紐をつけて鎖編みをして、そしてっていうするとまたね、だからすごいこれで簡単にできると思いますけど、裏表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 裏、合ってる。でこれは表だからね。はい、 OK で、そしてはい、ここで身ごろの分をまたね、同じように編んでいきます。ここまで。そして、またここをさっきみたいにしていきますね。後ろ身ごろの端まで来ましたので、表だから裏ですね。はい、そしてここは長編みなので、ここからさっきみたいに目を立てながら長編みを編んでいくので、ここが一番最初で入れて、でここちょっともうこれが鎖編みになるので広めにして、そして1回ここで鎖を作って、そして2ですね。はい、これでここはこのまだ前の段になりますね。前の身ごろというか、はい、なのでこの2本取りなのでね、この4本ですね、これが鎖編みの1目なので、ここに針を入れて糸かけて、ここからですね7つ分です。7目分作っていきます。まず長編みのようにかけて、そしてまず最初を1本目をゆっくりめにして、そしてはい、長編みですね。これで今1、はい、そしてここが鎖編み、この4本、2本ですね。2本取りなので4本になりますけど、ここに針を入れて長編みを編むんですけど、最初に鎖編みを1つ作ります。そして長編みですね。で今ここに最初に鎖編みを作ったところ、ここですねにまた最初鎖編みを1つ作ります。そして長編みですね。はい、はい、あとはもう先ほどしたのと同じやり方です。はい、なのでもう同じやり方でもう片方の袖の下をですね
つなげていって往復編みでこの身ごろを編んでいきます。ということで、はい、ここがつながりました。こうね、はい、結構大きめにしました。そしてこちら側は一段置きに増やせたんですけど、こっちはですね、一旦ここまでそのままいって次から増やす、編み始めから増やすっていうやり方を揃えるためにちょっとここ一段ずれるんですけど、そのやり方でやっていきます。はい、最後のとこまで来ました。これは19段目ですね。でこちら側では19段目に増やしてるんですけど、反対はですね、でもこっちは最後になるので、もう19段ではなくてこちら側は偶数の段で1目ずつ増し目をしていこうと思います。なのでここはそのままですね、前段と同じで、同じ目数ということですね。表裏表で、一番最後はちょっとね、ここに一番最後は普通の長編みです。両端はね長編みなので、はい、ここはね同じになる。本当はここで増えてるからここで増やすんですけど、やり方も、編み始めで増やすっていう風に統一します。わかりやすいし、はい、3でもう少しですね、ここが今こうまだ重なってないので、もう少し1目ずつ緩やかに増やそうかなと思いますので、ちょっと編んでいってみますね。なのでここは20段目です。で裏に返してここの同じところに針を入れて増やしていきますね。はい、あとはもう同じです。同じ編み方でこっちは裏になってるから表ですね。はい、表裏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 なので、はい、20段目ですね。こっちで増やしてそうここまで来ました。表裏でここを増やしたところ、こっちがここまでか、裏なのでここは表ですね。表、そしてここから裏で表裏表裏表裏はい、この長編みのとこもですね、こんな風にもう同じように表裏表裏で編んでいくということになります。往復編みで編み始めの時に1目だけ増し目をするという編み方でですね、26段まで、増やしながらここを編んでいきました。2本取りにして、4個ですね。分が今なくなったところで今から5、6個目です。ここまでで4個使いました。はい、何かの参考になれば。はい、こ
こまで編んできたんですけど、左身ごろの18段ですね。ここから上から肩の方から編んでこう18段まで編んできた糸切ってる糸がここなんです。そしてこちら側の右側のね、右身ごろの、残った糸でずっと続けてそのままこう編んできたわけですね。それでここからですねが18段までで19で、ここで20段からこちらは偶数の段で増やしてきて、こっちは今まで通り奇数の段で増やしてきました。1目ずつですね。で19、20、21、22、23、24、25、26段までずっと増やしてきました。はい、数えてきたらですね99目でした。何かの参考になればと思います。でここからですねまたもう今度からはもう増やさないでですね、はい、今までずっとここで一つ入れて増やしてたんですけども、増やさないで、ここが裏なので表ですね、表から始まります。はい、表から始まって裏、はい、またも同じ編み方でお好きな長さまで少しですね編んでいこうと思います。ここまで編んできました。ですね、全部でまっすぐですね増減なしで編んだのは14段で、なので肩からすると全部で40段編んできたことになります。裾をこう編んできたとこで今から前立てを編んでいきます。鎖を一つで立ち上げて、ここに入れましょうか。一つ細編み、はい、一番端だからねやっぱり、はい、そして一応マーカーをしておきますね。そして鎖を一つして、この頭の目、この長編みのね、してここは鎖をして、この長編み、この目のところに細編みを入れていきます。鎖を一つして、ここですね、鎖を一つして、この長編みの頭の目ですね。そして足の部分は鎖を一つして、また長編みの頭の部分に針を入れて細編み、はい、こういう感じで全部ですね編んでいこうと思います。はい、鎖編み、そして長編みの頭のところに細編みですね。斜めのところ増やしてるところとか、そこも全部もう端は同じこの編み目なので同じようにしていきます。はい、はい、ここね後ろのところですね。ここは鎖を一つして一目に一つずつという風な考え方でですね、はい、鎖を一つして前段の一つ飛ばして次の目のところに、側で入れる、はい、一つ長編みっていうか飛ばして次の長編みの目のところに側で入れるという感じですね。一つ飛ばして次のところに鎖編みを一つして一つ飛ばして次のところに側で入れる、はい、一つ飛ばして次、はい、後ろ身ごろのところですね。後ろ身ごろの、首の後ろの部分のところはこういう風にして編んでいきます。はい、でもうこれ反対側の肩のところまで来たので、はい、ここも前につなげるとこですね。
鎖編みを一つして、そして一番最初ですね、つないでいるところに針を入れて、鎖編みに針を入れてですね、そして鎖編みを一つして長編みの頭、はい、そして鎖編みを一つして長編みの頭ですね。はい、もうあと同じようにですね編んでいきます。最後のところまで来ましたね。これ前立ての最後のところ、一番最後です。一番最後は鎖を一つしてここに入れます。細編み、はい、これで一番あちこちが裾になりますね。ただここから往復編みで戻っていきますので、2段目鎖一つで立ち上げて、この鎖のところに入れます。前段が鎖のところに入れて、そしてここにマーカーをしておきましょうね。そして鎖を一つして、細編みのところはそのままで、前段がね鎖のところに細編みを入れます。で鎖を一つして、この鎖編みのところに細編みを入れます。鎖をして鎖編みのところに細編み、はい、これでね何段か編んでいきます。こんな感じですね。4段、それで往復でですね4段編んできました。1,2,3,4段ですね。はい。でもう4段でいいかなと思うので終わりにします。もうこれ最後なのでですね、はい、鎖編みを一つして引き抜きます。はい、袖周りの縁編みですね。この辺りから始めようかなと思います。後ろのなんかこの辺、どこからでもいいんですけど、でまずちょっと糸輪を作って、はい、そしてこの輪をここから始めようかな。はい、こう引き抜いてきて、そして引き抜き編みですね。そしてここからですね、鎖編みを一つして、まずこの袖のこのところですね、ここは鎖一つで立ち上げて、この長編みの足の部分ですね、細編みですね。そしてちょっとマーカーをしておきます。はい、そしてまた次は鎖編みを一つして、そしてまた長編みの足の部分のところに細編みをして、鎖をしてここに入れます。編み方はこの編み方です。そして脇の下のところに行きます。ここを1個飛ばして、本当はここだからね、もうここを飛ばしてここに入れましょう。ちょうど四角の角、そこを取って、で鎖を一つして、そしてこっちも一つ飛ばして次みたいな感じでですね、こうしてこんな感じでいいですね。はい、そしてここは一つ飛ばして、そしてここはね鎖を一つして、ここは二つ飛ばして、そしてまたここはもう2つ飛ばして、ここ2
きますね。そしてここは直角の角、ここですね。そしたらここからここですね、直角の角に入れて鎖を一つして、はい、そしてもう長編みの足の部分ですね、そこに入れて細編み、はい、これであとはもう同じ編み方で後ろ身ごろのところになりますね。はい、鎖を一つして長編みの足の部分ですね、そこに入れて細編み、鎖を一つして長編みの足の部分に入れて細編み、はい、なので、前立ては、長編みの頭に入れたんですけど、袖は長編みの足の部分に細編みを編むという編み方にしました。はい、最後のところまで来ましたね。はい、ここ鎖編みをしてここに引き抜きます。はい、1段できました。実際ちょっと数えてみると76です。袖回り2段目です。鎖を一つして、そして次の目ですねのところに入れて引き抜きます。全部引き抜き編みを一周していきます。はい、この目にですね針を入れて、鎖のところ、細編みのところ、鎖のところ、前段がですね、だからまあ一目に一つずつ引き抜き編みをぐるっとしていきます。この開ったところにずっとですね、はい、はい、最後のところまでね一周編んできました。でこれ一番最後のとこなので、はい、ここにこう入れてですね、これでいいと思います。ここで最後ですね。そしてここから糸始末ですね、とじ針に針を通して、そしてこっちにして、そしてこの最初のところら辺にこうして、はい、これでつながった感じですね。はい、そしたらもう一回こっちに行きましょうかね。はい、そしてあとは後ろの方に入れていって、裏面の方で編み地の中をくぐらせて糸始末ですね、糸始末をしていきます。ちょっと編み地の中に通していってですね、
目立たないようにしながら糸の始末をですね、はい、していきます。はい、でこれは糸始末をこの裏面の方にですね、これ裏も表もあんまりわからないんですけど、一応自分の中では、編み始めが左下に来た方を、表としてちょっとこう印をつけてました。はい、糸始末ですね。とじ針に糸を通して裏面の方の編み地の中に入れていって糸の処理をしていきます。はい、こんな感じでですね、結構糸が多かったので全部で10玉使ってます。10玉使って少し余ってるぐらいなので、はい、処理も結構ありますので、この辺でもうあとは省略させていただきます。はい、完成しました。はい、ジレっていうなんか最近ありますよね。なんかあれをあんな感じでイメージして編もうと思ったんですけど、なんかちゃんちゃんこみたいになってしまって途中で、はい、でもいろいろ、改良を重ねてなんとか可愛くできたかなと、はい、思います。採寸をしていきます。これはもうね本当にゆったりサイズで結構大きいと思います。まずは身幅がですね、身幅脇の下から脇の下ぐらいな感じです。それが53センチ、肩幅は、肩から肩が43センチ、そして着丈はですね65センチで、袖から下ですね34センチで、袖の周りがですね70センチ、結構袖がもうゆったりです。はい、そして肩はですね肩をちょっと測ったら12センチと、その先の前立てが4センチでした。サイズ的にはですねもう本当に前秋だしねゆったりしてると思います。そしてめちゃくちゃ厚みがねあります。なのでめっちゃあったかいと思います。丈は長めでいかがでしょうか。こういう感じです。裾はですね一旦ちょっと同じように縁編みしたりしたんですけど、なんかしない方が良かったので解きました。はい、もしイメージありだったら写真を撮ってるので載せておきます。はい、こんな感じでね、めっちゃ暖かくていいと思います。で結構10玉ですかね全部で、はい、10玉とあと少しこれくらいかな。でもあと切れ端もあるんですけど、ちょこちょこ10から、11ぐらい用意してた方がいいかもわからない。一応10個でこれくらい余ってるって感じです。10個でいいかな。これが裾と袖周りに縁編みを同じようにしてる分です。参考までに写真だけ載せときます。丈がですね長くてお尻完璧に隠れるのでパンツなんかと合わせてもかっこいいと思います。あと動きやすいのでお正月とかにねお家でおもてなしの時とかに羽織るものとしても実用的でシンプルだし、とてもスタイリッシュでいいと思います。いかがでしょうか。よろしかったらコメントやグッドボタン
チャンネル登録などよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。